これで遺産3億も会社も私たちのものね。ついに俺が社長になる日が来たのか。父が亡くなったと聞いて、大喜びする兄の裕二と兄嫁のミクさん。まだ葬儀も終わっていないのに、遺産だの相続だの、非常識にも程がある。見舞いにすら来なかったくせに、権利だけ主張しようというのか。いい加減にしてよ。そうやって遺産のことばかり。ちゃんとお父さんにも会ってあげてよ。別にいいだろ。遺産さえもらえばそれでいいんだから。そうやってお父さんのことを軽視して。言っとくけど、長男の俺が遺産を相続するのが道理だからな。お前は相続放棄しろよ。ふざけないで。私は兄夫婦の態度に我慢できなくなり、激怒する。父のことを忍ぶこともせず、私利私欲に目がくらんだこの人たちを家族と認めるなんてとてもできない。あまりの身勝手さには吐き気がしてくる。こんな人たちに好き勝手させてはいけない。危機感を感じた私は母へ相談するのだった。私の名前はあゆみ。どこにでもいる平凡な OL。夫と娘と3人で仲良く暮らしている。そんな平凡な私が唯一人と違っている点があるとすれば父の存在だろう。父はとある企業を経営している社長だった。会社の規模からするとそれなりの資産を持っていてもおかしくなかった。社員の人たちからは総資産3億円なんて言われているらしいが、私にはピンとこなかった。それに両親はどれだけ稼ごうと決して贅沢をしない人たちだった。持ち家だって一般的なものだったし、食事や持ち物でよその家庭と違いを感じることなんてなかった。自分の家がそれなりの資産を持っているということを理解したのも、かなり年を重ねてからだったくらい。きっと両親は質素でつつましい暮らしを好んでいたんだろう。母も専業主婦で甘んじることはなく、父の会社で父の補佐をして真面目に働いていた。そんな両親には私の他にもう一人子供がいる。裕二といって私にとっては兄にあたる人物だ。この兄がなかなかのくせ者だった。真面目で誠実な両親とは似ても似つかず、自由奔放な性格をしていた。私は幼少の頃から両親のようになりたいと思い、手本として尊敬してきた。しかし、兄はそうではなかったらしい。父に対してやたらと対抗意識というか、反抗心を昔から持っていた。思春期の難しい年頃なら理解ができるが、そんな兄の考えは今も変わらないのだから困ってしまう。しかも、そんな兄はいい年して未だにフリーターをしているなど、生活もかなり不真面目な様子である。親に反抗して地元を離れ、あちこちを転々としながらその日暮らしをしている。もうとっくに結婚もしているが、そのミクさんというお嫁さんも、10歳近く年上のフリーターと結婚するのだから、なかなか風変わりな女性だと思う。兄同様、ミクさんもフリーターで定職に就かずフラフラしているらしく、ケバケバとした化粧の人で、話しかけてもあまり愛想のいい返答が返ってこなかった。兄から何を吹き込まれているのか知らないが、私たち家族に対してあまり良い印象を持っていない様子だ。兄夫婦は定職についていないにもかかわらず、ギャンブルをしたり、突然思いつきで海外旅行に行ったりと好き勝手しているようで、そのせいで金銭的に苦しくなると、決まって両親のもとに金の無心にやってくる。親父頼むよ、すぐ返すからさ。そんなこと言って、この間貸した金もまだじゃないか。次の仕事は結構羽振りがいいやつだから大丈夫だって。そんなことが日常茶飯事だった。普段は父のことを邪険に扱うくせに、こういう時だけ調子よく頼ってくる。本当に恥ずかしい人だと心底軽蔑する。そんな兄夫婦の存在は両親にとっても悩みの種だっただろう。
なかなか子宝に恵まれない時期があったという両親にとって、幼少の兄はまさに目に入れても痛くない存在だったと聞く。それで甘やかしてしまった結果、こんな風に育ってしまったのだろう。両親は責任を感じているのもあって、強く兄を突っぱねることができないようだった。また、そんな両親の態度が兄を助長させてもいくのだった。そんな私たちのもとに突然の悲劇が訪れる。父の体に癌が発覚した。今まで健康そのものだった父に突然下された癌の宣告に私も母も驚愕する。それでも父は気丈に振る舞っていたけど、年齢的にも不安でいっぱいだったのだろう。私はすぐに兄にもこのことを報告する。いくら普段折り合いが悪い関係とは言っても、血のつながった実の家族。今ここで和解しておかなくては一生悔いが残るだろう。きっと兄も素直に父と打ち解けてくれる。そう思った。しかし、報告を受けた兄は父の容体を心配する素振りも見せない。マジで？じゃあもうすぐ親父の遺産が入ってくるってこと？ちょっと、父さんは今必死に闘病しているのよ。それなのに遺産がどうこうって非常識にも程があるわ。まだ父は生きていて必死に頑張っている。それなのに、まるで父の訃報を望んでいるかのような発言をするなんて、一体どんな神経をしているのか。うるさいなあ、どうでもいいだろ。そんな、せめてお見舞いくらい来てあげてよ。見舞い？そんなの面倒。遺産のこと決めるときだけ呼べよな。ちょっと兄さん、なんてこと言うの？そう語気を強めて言うが、兄の耳には私の言葉は届かない。俺にとっては遺産のことだけが重要だから、じゃあな。兄の頭の中には父の遺産しかない様子だった。とてもじゃないが、そんなことを父に伝えることなんてできない。ただでさえ闘病で苦しんでいるところに、いらぬストレスをかけたくなかった。私と母は必死に父の治療の手助けをする。父の癌は発見が難しいものだったそうで、発覚した時にはかなり進行していた。治療というよりも緩和ケアといった方が良かっただろう。少しでも苦痛なく長く生きていけるように私たちは尽力していった。私は職場に事情を話して出勤を減らしてもらい、父のそばにいるようになっていく。そんな私や母に向かって、父はいつも笑顔で接してくれた。いつもありがとうな。助かるよ。私がしたくてしてるのよ。早く良くなってもらわないと。自分が一番辛いはずなのに、周囲への感謝を忘れない父の姿に、私は何度も隠れて涙を流す。父も懸命に治療に臨んでいることを考えると、少しでも家族での時間が取れるようにみんなで頑張るのだった。しかし、治療の回も虚しく、しばらくして父は他界する。病名を宣告された時点である程度覚悟していたとはいえ、あまりの喪失感にしばらくの間立ち直れなかった。私も母も悲しみに暮れる。しかし、葬儀の準備などやることはいっぱいだった。大切な父を送り出すためにも泣いてばかりはいられない。兄夫婦にももちろん父の訃報を知らせる。亡くなる前にせめて一目会ってほしいと思い連絡した時には非常にも断られたが、亡くなった後では来ないわけにもいかないだろう。不本意ながら兄に葬儀の日程を告げ、必ず参列するようにと言っておく。遺産がどうのと騒いでいたから葬儀くらいは来るだろう。そう思った。しばらくしてからようやく顔を見せた兄夫婦は案の定大はしゃぎしている。これで遺産3億も会社も私たちのものね。ついに俺が社長になる日が来たのか。まだ葬儀も終わっていないのに遺産だの相続だの非常識にも程がある。見舞いにすら来なかったくせに権利だけ主張しようというのか。いい加減にしてよ。そうやって遺産のことばかり。ちゃんとお父さんにも会ってあげてよ。別にいいだろ。遺産さえもらえばそれでいいんだから。そうやってお父さんのことを軽視して、
言っとくけど、長男の俺が遺産を相続するのが道理だからな。お前は相続放棄しろよ。ふざけないで。私は兄夫婦の態度に我慢できなくなり、激怒する。父のことを忍ぶこともせず、私利私欲に目がくらんだこの人たちを家族と認めるなんてとてもできない。あまりの身勝手さには吐き気がしてくる。こんな人たちに好き勝手させてはいけない。お母さん、兄さんたちのことなんだけど。危機感を感じた私は母へ相談するが、母の態度は想像よりずっと落ち着いたものだった。いいから、あの子たちは放っておきなさい。でも、何も気にしなくていいのよ。遺産や相続については、弁護士に話を通してあるから。どうやら母の話では、父の葬儀が一通り終わった後に、弁護士から遺言状が公開されるらしい。しかし、私はその日まで気が気ではなかった。大切な父が残したものを、あんな非常識な人たちに好き勝手されるなんて我慢できなかった。そんな思いのまま迎えた父の葬儀当日、父を知る大勢の人がやってきてくれる。参列者の数からも、父がどれだけ多くの人に慕われてきたかがわかる。それだけで目頭が熱くなるのがわかった。忙しい葬儀の中、母は喪主として立派に役目をこなしていく。父を失ってだいぶやつれてしまっていたが、周囲にそれを悟らせない姿は誇らしかった。そんな母の負担が少しでも軽くなればと思い、私もあくせく働く。そんな私たちに対して、兄夫婦は参列こそしているものの、全く動く素振りもない。本来なら長男として、参列者一人一人に挨拶くらいするものだろうが、兄たちは親族席にふんぞり返って座ったまま、てこでも動かない。読経の間、ミクさんはずーっとスマホをいじり、兄は眠そうにあくびをするばかり。そんな兄夫婦の非常識な行動は、親族たちからも冷ややかな視線を送られている。私も母も本当に恥ずかしくって仕方がなかった。何人かの親族がやんわりと注意しようとしてくれたが、兄たちにはそんな言葉は届かない。むしろ、意気揚々と自慢話を披露する始末。俺は長男だから後を継いで社長になる男だぜ。そんなこと言われる筋合いはないね。そう言いふんぞり返る兄。それを見て手を叩きながら笑うミクさん。そんな二人を見て親族たちはため息をつくばかり。バタバタと葬儀を終える私たちだったが、休む間もなく弁護士から遺言が公開されることになる。参加する誰もが故人を思い、厳かな空気感をまとっている。しかし、そんな中でも兄夫婦だけは異質だ。早く次期社長を紹介してくれよ。ゆうくんのおかげで私社長夫人じゃん。みんなに自慢しなきゃ。静まりきった会場でケタケタと笑う二人。私は文句の一つも言ってやりたかったが、ここで騒ぎ立ててはさらに父の顔に泥を塗ることになる。せめて私だけでもおとなしくしていなくては。そう思いぐっとこらえる。しばらくして父の顧問弁護士が到着し、ついに遺言の公開が行われる。私たちの前に立った弁護士は静かに話し始める。では、遺言の方を公開させていただきます。全員の視線が弁護士の持つ封筒に注がれる。さすがの兄夫婦もこの時ばかりは静かになって弁護士の手元を注視していた。ではまず、会社の経営権に関して。早速読み上げられた遺言に兄はドヤ顔で耳をそば立てている。自分が次期社長としてこの場で紹介されるに決まっていると勝ち誇ったような顔だ。経営権は系列会社へと譲渡が決定しております。双方の会社ですでに書面も交わしておりますので、本日をもちまして経営の決定権は譲渡が完了となります。次に、弁護士の発言を遮るように兄が大声を上げて立ち上がる。
勢いよく立ち上がりすぎて、座っていた椅子を後ろに倒して大きな音が会場に響き渡る。一同の視線が兄に向けられた。どういうことだ？お静かに。まだ遺言の公開途中ですよ。お座りください。弁護士に諌められ、兄は納得がいかないまま椅子に着席する。おかしいだろ。なんで俺に継がせないんだよ。座ってからも小声でブツブツと文句を言っている。ねえ、どういうこと？ゆうくんが社長になるんじゃなかったの？ミクさんも不安そうな顔で兄の服の裾を引っ張る。夫婦揃って焦りの表情を隠せていない。そんな兄夫婦を放置し、弁護士は続きを読み上げる。次に、遺産に関しましては、遺族の方への遺留分を残し、それ以外はすべて、がん治療の研究施設への寄付をすることといたします。これが個人様のご意思になります。ちょっと待て、どういうことだ？兄は弁護士の発言に信じられないという様子で再び立ち上がる。自分の思い通りにならないことに癇癪を起こすその様子は、まるで小さな子供のようだ。こんな横暴絶対に認めない。子供に何も言わずにこんなこと認められないだろう。私も母に教わって初めて知ったが、父は入院中に遺産や相続について母と話し合っていたらしい。遺産や次期社長の座を勇気に譲るつもりはない。本人は自分に相続権があると思っていそうだが、あんな不真面目な奴に会社や財産を任せるなんてできない。父の意志は固かった。じゃあ、あゆみに相続させては？あの子ならまっとうに受け取ってくれるはず。母はそう提案したらしいが、父はそれも悩んだらしい。あゆみは嫁いでいった身だ。あれこれ押し付けては負担になりかねないし、あゆみにだけ相続させるとなると、勇気がなんて言うか。確かに私が相続したと聞いたら、兄は確実に文句を言ってきただろう。私には家庭もあることだし、そんないらぬトラブルは避けていきたい。父はしっかりとそのあたりも配慮していてくれたそうだ。実に父らしいと改めて思う。会社は信頼のおける系列会社の社長に任せようと思う。遺産はお前たち3人へ最低限残し、残りはがん治療の研究に寄付したい。それが俺にできる最善の方法だと思うんだ。それが父の望みだった。自身を蝕んでいったがん。発見が遅かったこともあって、思うように治療は進まなかった。それがずっと心残りだったのだろう。もっと治療の術があれば、もっと早く発見する技術があれば、そんな後悔があったんだと思う。父本人は治療の甲斐なく他界することになったが、自分の残した財産で自分と同じ思いをする人を少しでも減らしたかったのだろう。そして母ももちろんそれに賛成する。老後の資金は自分の給料でしっかり貯めてあるし、何も気を使わなくていいのよ。あなたの好きなようにしてください。そう言って父の背中を押し、弁護士の手配などをしたそうだ。その結果、信頼のおけるがん研究の施設への寄付も決まり、父の意向は最大限叶えられた。もちろん、そんな父の意向に私も大賛成だった。自分は社長になるような器ではないし、そもそも他の会社で雇われの身である。今更会社を継ぐなんて非現実的だった。遺産に関しても下手に優遇されて兄の逆鱗に触れるのは避けたい。自分たちの生活は自分たちでどうとでもできる。父の残した財産なのだから、父の好きなように使ってほしい。どういうことだ？長男の俺を差し置いて、浄土だの寄付だの、勝手なこと言いやがって。自分たちが遺産と次期社長の座を手にすると信じて疑っていなかった兄らは、声を荒げて抗議した。そんな兄に向かい、ミクさんはさらに大声で文句を言い始める。話が違うじゃない。いずれ3億があんたのものになるって言うから結婚したのに、騙したわね。
なんだと？俺と結婚したのは金目当てだったっていうのか？あんたみたいなフリーターのおっさんと結婚するなんて他に何のメリットがあるっていうのよ。兄夫婦は周りの目も気にせず夫婦喧嘩を始める。ちょっと、騒ぐなら出て行ってちょうだい。もうこれ以上父さんの顔に泥を塗るようなことしないで。私は思わず兄夫婦に向かって叫んでしまう。今までの行いといい、もう我慢できなかった。溜まっていた気持ちが溢れるようにして出てきてしまう。なんだと？俺に恥かかせやがって。親父もお前もみんな俺のことをバカにしてるんだろ。そう言って兄は私に掴みかかろうとする。私は思わず目をつむった。しかし、兄の手が私に伸びる前に弁護士が兄を押さえつける。いい加減にしてください。暴力沙汰を起こすつもりなら、訴えられても文句は言えませんよ。さすがに訴えるとまで言われてしまえば、兄も迂闊に手は出せない。周囲からの冷たい視線も手伝って、兄夫婦はそれ以上文句を言うことができなくなり、そのまますごすごとその場を後にした。結局、父の遺産は遺言状に基づき配当された。私たちが手にした遺産は遺留分のみとはいえ、それなりの額だった。しかし、兄はもちろんその額で納得することはできず、遺産の寄付先である研究施設までわざわざ出向き、文句を言いに行ったらしい。もちろん、施設職員に突っぱねられ追い返されたが、それに腹を立てて暴れたとかで、警察沙汰にまで発展したとか。結果として兄には前科がつき、示談金やらの支払いが生じたため、せっかく受け取った遺産の遺留分はほとんど消えてしまったそうだ。その結果、現在は一文なしとなり、明日の生活にも困る始末らしい。先日の言い争いから嫁のミクさんとの仲も最悪なままだそうで、離婚は免れないだろう。現在はミクさんの両親も巻き込んで離婚協議中だそうだ。かなり話がこじれているらしく、これからも苦労することだろう。一方私は兄と違い、堅実に働く日常を過ごしている。父から受け取った遺産は大切に貯めて、いずれ娘の進学費用にでも当てさせてもらうつもりだ。兄とは縁を切ったことで、私の生活に再び平穏が訪れる。今まで父のサポートに徹していた分、夫や娘、母との時間を大切に過ごそうと決めている。一緒にいられる時間は無限ではない。せめて後悔のないように、たくさんの思い出を残しておきたい。休日には母と一緒にボランティアに参加したりと、新しいことも始めている。父のように活動的で誰からも慕われる人へなれるよう、私は日々父の背中を追いかけて邁進するばかりだった。